こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は食玩のガンダムアーティファクトを作っていきたいと思います。食玩系の模型はこれまでに、チョコサプ、スペリオルディファインなど、色々と作ってきましたが、今回はいよいよアーティファクトに挑戦していきます。いやー、アーティファクトは第1弾が発売された頃から話題になっていて、ずっと気になってはいたのですが、なかなか見かけることもなくて、手に入れられなかったんですよね。今回初めてアーティファクトを触るということで、非常にワクワクしております。ということで早速箱の中身をチェックしてみましょう。はい。こちらが今回作っていくアーティファクトになります。今回作るアーティファクトは第6弾。第6弾のアーティファクトは逆襲のシャアがテーマになっていて、ラインナップもすべて作中に登場したモビルスーツとなっています。アーティファクトは箱の上側に、中に入っているキットが記載されているのがいいですね。さて、今回作っていくキットなのですが、ジオンシンパの私はサザビーを選んでみました。それでは箱の中に入っていたランナーを確認してみましょう。箱の中には単色のランナーが6枚、説明書が1枚、そしてメインのガムが1つ入っていました。いやー、それにしても一つ一つのパーツが細かいですねこれ。組み立てるのがとても大変そうです。それではアーティファクトのサザビーを組み立てていきましょう。今回サザビーを組み立てるのに使用した道具は、タミヤの薄刃ニッパーです。パーツが細かすぎるので、ランナーからパーツを切り離した際に、なくさないように注意しないといけないですね。そうそう。話は変わるのですが、アーティファクトには紙の説明書が付属しているのがいいですね。てっきりネット上の説明書を見て組み立てるものだと思っていたので、これは嬉しい誤算です。スペリオルディファインにも紙の説明書つけて。はい。こちらが組み立てが完了した、アーティファクト、サザビーになります。これは、かっこいいじゃない。食玩というごく小サイズなのにもかかわらず、ここまで出来がいいのはすごいですね。小さすぎて組み立てるのに苦労しましたが、こんなにかっこいい立体物が完成するのであれば、その苦労も報われますね。さて、このままでもかなりかっこいいサザビーですが、単色はなんか寂しい。合わせ目もかなり目立つのでこれもどうにかしたい。ということで、今回はこのアーティファクトのサザビーを、各部の改造と、筆塗りによる全塗装で、素組みとは全く違う、高いクオリティの模型に仕上げていきたいと思います。はい。それではサザビーの改造を始めていきたいと思います。まずはパーツの各部にある、合わせ目を消していきたいと思います。今回合わせ目消しに使用した道具は、クレオスの流し込み接着剤です。この接着剤を合わせ目部分にたっぷり流し込み、接着剤がプラスチックを溶かすのを40秒程度待ちます。接着剤を塗布して少々時間を置いたら、パーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時、合わせ目から溶けたプラスチックがむにっとはみ出てきたら、合わせ目消しは成功です。続いてはみ出たプラスチックを削りつつ、パーツの甘いモールドをシャープにしていきます。まずは作業箇所に、ガンダムマーカーを使用して、印を書き込んでいきます。この作業はやらなくてもいいですが、視覚的に作業する場所をわかるようにしておけば、作業時のミスもあまりしなくなると思います。多分。さて、パーツに印を書き込むことができたら、彫刻刀を使用して、印をつけた甘いモールドを切り取っていきます。この作業は一気にパーツを切り取ると、修正するのが大変なので、少しずつ切り取り、モールドを切り取りすぎないよう注意して作業しましょう。彫刻刀を使用してモールドを切り取り終わったら、紙やすりを使用して、作業で荒れたパーツの表面をきれいにしていきます。甘いモールドをシャープにすることができたら、先ほど行った合わせ目部分の処理を行います。彫刻刀を使用して合わせ目部分からはみ出た、溶けたプラスチックを大まかに切り取ります。大まかにプラスチックを切り取ることができたら、デザインナイフを使用して、パーツの合わせ目部分にカンナ掛けをしていきます。この作業で溶けたプラスチックを一気に削っていきます。
カンナ掛けの後は紙やすりを使用しての表面処理は行わず、そのまま柵を拭いて傷を埋めます。アーティファクトのような小さい模型は、ヤスリを使った表面処理をするとモールドが潰れるんですよね。なので、作業したい箇所にピンポイントでカンナ掛けを行い、モールドを潰さないように作業していきましょう。続いてパーツの後はめ加工を行います。後はめ加工をしておくことで、合わせ目を消した後でもパーツを分解できるため、塗装がしやすくなります。それでは後はめ加工を始めていきます。まずは先ほどと同じで、作業する部分に、ガンダムマーカーを使用して、印を書き込んでいきます。これも作業箇所を視覚的にわかりやすくするために行っています。マーカーで印を書き込むことができたら、ニッパーを使用して、印の部分に切れ込みを入れていきます。切れ込みを入れることができたら、彫刻刀を使用して、切れ込みを入れたジョイントを取り除いていきます。この作業では、パーツを取り付けるための O 字状のジョイントを C 字状に加工していきます。加工自体は簡単ですが、削りすぎると保持力が落ちたり、そもそもパーツがつかなくなってしまうので、慎重に作業していきます。加工したパーツの前後を比較するとこのようになります。O 字のジョイントがしっかり C 字になっていますね。続いて取り付けるパーツを加工していきます。加工していない状態の腕部を、型に後から取り付けようとするとジョイントが引っかかってしまうので、2つあるジョイントのうち1つを取り除き、後からでもスムーズに取り付けられるように加工していきます。ジョイントの加工には、ニッパーと金属ヤスリを使用しました。加工が完了すると、このように後からパーツがはまるようになります。続いて脚部の改造を行います。まずは脚部のフレーム部分を改造していきたいと思います。はじめに、毛書き針を使用して、バーニアの中央部分に傷をつけていきます。毛書き針でバーニアに傷をつけることができたら、ピンバイスを使用して、バーニアに穴を開けていきます。はじめは 0.8mm のピンバイスで軽くした穴を開け、した穴を開け終わったら、ピンバイスの太さを 1.5mm に上げて、しっかり穴を開けていきます。バーニアは縁の部分が薄いと見栄えがいいですが、フレームは後からほとんど見えなくなってしまうので、穴が開いていればいいかなという感じで作業してみました。続いて小さいバーニアをフレームに接着します。フレームはこの後に触れなくなるので、ボロボロ落ちるパーツは接着しておきます。続いて脚部の合わせ目を消していきたいと思います。まずは、デザインナイフを使用して、パーツの合わせ目部分にカンナ掛けを行い、角を落とし、パーツを貼り合わせた時に、少し凹みができるような状態に加工していきます。パーツを加工するとこのようになります。合わせ目がより目立つようになりました。デザインナイフを使用してパーツの合わせ目に凹みを作ったら、瞬間接着剤を使用して、合わせ目の凹みを埋めていきます。脚部パーツは構造が複雑で、流し込み接着剤で合わせ目消しをすると、接着剤が流れて欲しくない部分まで接着剤が入り込んでしまいます。そこで、ピンポイントで合わせ目消しができる、瞬間接着剤を使って合わせ目を消してみました。瞬間接着剤が乾燥したら、デザインナイフと、ヤスリを使用して、合わせ目に塗布した瞬間接着剤を削り取っていきます。合わせ目の瞬間接着剤をきれいに削り取り、作業時に作った凹みを埋めることができたら、脚部の改造は完了になります。それでは最後に細かい改造を行います。まずはピンバイスを使用して、各部の甘い丸モールドを彫り直します。穴の大きさは各部でバラバラですが、ピンバイスのドリルを取り替えるのが面倒だったので、私はすべてのモールドを 0.8mm のドリルで彫り直しの作業を行いました。続いて各パーツのモールドを彫り直します。まずはデザインナイフを使用して、パーツのモールドに沿って軽く傷を入れます。この傷をガイドに、ラインチゼルを使用して、モールドにつけた傷を深く彫り込んでいきます。この作業をすべてのパーツに行ったら、サザビーに行う改造作業は完了になります。はい。アーティファクト、サザビーの改造作業が完了しました。各部の合わせ目も消えて、結構いい感じになったのではないでしょうか。すぐ右はパーツを適当に切り出した弊害で、
うまくはまらなかったパーツも、しっかり丁寧に表面処理をした結果、スムーズにパーツがはまるようになりました。いやー、それにしてもこのサザビーは、改造するのに結構時間がかかりましたね。はい。サザビーにサーフェイサーを吹きました。この段階で、改造した部分を確認し、不具合がないようであれば、このまま塗装作業に入っていきましょう。話が少し変わりますが、サーフェイサーを吹いた状態のサザビーかっこいいですねこれ。カメラでサザビーによって撮影すると、小さい食玩に見えないです。動かなくてもいいのでこのクオリティで大きいサイズを出してほしいですね。まあ、無理かな？はい。それでは塗装作業に入りたいと思います。ですがその前に、塗装に必要な道具を準備しておきましょう。特にクリップにパーツを取り付ける際は要注意。クリップにパーツを取り付けようとして、不意にパーツが弾け飛んだらもう見つかりません。マジで注意。それでは塗装を始めます。まずはパーツの裏側を黒で塗装していきます。この塗装に使用した塗料は、タミヤのナトーブラックです。パーツの裏側を黒で塗装することで、模型に奥行きや立体感を出すことができます。簡単に模型のクオリティを上げることができるので、ぜひやっておきたい塗装ですね。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレットです。サザビーのメインカラーとなる色ですね。この塗装が完成度に直結すると言っても過言ではないので、丁寧に塗装を繰り返し、綺麗な塗膜を作っていきましょう。続いて暗い赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスの小豆色です。モンザレットよりもやや暗い色で、色分けによる情報量の増加を狙って、この塗り分け塗装を行っています。あ、そうそう。この情報量を増やす塗り分けは、マスターグレードやリアルグレードを参考にしました。続いて黒色でパーツの塗り分けを行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのナトーブラックです。この塗り分けはできるだけ慎重に行いましょう。はみ出た黒を修正するのは結構大変なので、気合で手ぶれを抑え、狙った場所だけに塗料を塗っていきましょう。続いてフレームの塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのメタリックグレーです。この塗料はあまり隠蔽力が高くないので、綺麗な塗膜ができるまで何度も塗装を繰り返しましょう。そうそう。フレームの塗装なのですが、完成時に見える部分と見えない部分が出てきます。現在塗装している脚部のフレームは、完成時にあまり見えないので、結構適当な塗装で OK。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、アバーランドサンセットです。この塗料は主にバーニアを塗装するのに使用しました。一般的に黄色は隠蔽力が低く、塗装には苦労する色ですが、このアバーランドサンセットは隠蔽力が非常に高く、どの色の上からでも綺麗に塗装できる優れものです。続いて銀の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのシルバー。このシルバーは下地なので、結構適当塗りで OK。続いて緑色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのメタリックグリーン。この色はサザビー各部のセンサーや、動力パイプに使用しました。引き続き緑色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのイエローグリーンです。この色はサザビーのモノアイを塗装する際に使用しました。さて、メタリックグリーンをモノアイに塗装しなかった理由なのですが、メタリックグリーンの色合いが暗く、この小さいモノアイに塗装しても色がわからないかなと、思ってイエローグリーンを塗ったのですが、明るさはあまりわからないですね。はい。サザビーの基本塗装が完了したので、墨入れの塗装を行っていきたいと思います。まずは、タミヤエナメル、フラットブラックを使用して、サザビーのフレームにある関節や、各部の少し太い線のモールドを塗りつぶしていきます。この塗料はエナメルなので、はみ出しても後から拭き取れます。
塗りつぶす墨入れが完了したので、続いて通常の墨入れを行いたいと思います。この作業に使用した道具は、タミヤの墨入れ用塗料ブラックです。この塗装は改造時に彫り直したモールドや、もともとサザビーにあるモールドに塗料を流していきましょう。さて、墨入れの色なのですが、アーティファクトは小さい模型なので、濃い色で墨入れをした方が、メリハリが効いていい雰囲気になるのではないでしょうか。墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出た余分な塗料を拭き取っていきます。あ、そうそう。今回の墨入れなのですが、普段は塗装が終わった模型を一度組み立て、光沢のトップコートを拭いてから墨入れを行っています。しかし、今回はトップコートを拭かずに墨入れをしました。理由としては、アーティファクトはパーツがあまりにも細かく、一度組み立ててから再び分解すると、どこかを壊してしまいそうで怖かったからです。そのため今回はトップコートを拭かず、水性塗料の上からエナメル塗料で墨入れをしました。溶剤を含ませた綿棒で強く塗膜をこすると、せっかく塗装した塗膜が取れてしまうので、優しく丁寧に余分なエナメル塗料を拭き取っていきましょう。余分な塗料をすべて拭き取ることができたら、墨入れ作業は終了になります。それでは最後に仕上げの作業を行います。アーティファクトはパーツを取り付けても、少し触るだけでボロボロと外れてしまうので、すべてのパーツを接着していきます。パーツの接着には、瞬間接着剤を使用しました。パーツをすべて接着することができたら、サザビーに行うすべての作業は終了です。それでは完成したアーティファクト、サザビーをご覧ください。はい。こちらが完成した、アーティファクト、サザビーになります。これは、かっこいいじゃない。何も手を加えていない単色のサザビーもかっこいいですが、しっかり改造をして、綺麗に塗装をするとよりかっこよくなりますね。パーツ一つ一つが本当に小さく、改造も塗装も墨入れも気の抜けない作業の連続でしたが、その分完成した時の達成感は格別ですねこれ。はい。しっかり作ったサザビーと、何も手を加えていないサザビーを並べてみました。このように並べてみると違いが一目瞭然ですね。本当に苦労して作った甲斐がありますよ。さて、それでは今回の作業で失敗してしまったところについて話をしたいと思います。まずはサザビーのアンテナ。説明書にも記載されていましたが、非常に壊れやすい。今回サザビーを2体作りましたが、2体ともアンテナを折りかけました。作業中にちょっと負荷がかかってしまったのですが、アンテナの根元が発火し、これ以上ひどくなると折れてしまうと思います。続いては、手を加えた方ではないのですが、2体目のサザビーを作っている最中に、関節がねじ切れ、至るところのパーツがボロボロになり、全体が瞬間接着剤まみれになってしまいました。改造をしたサザビーよりも、丁寧に作ったつもりなのですが、なぜかパーツの合いが悪く、組み立てにかなり苦労しました。組み立てやすさには個体差があるんですかね。2体目のサザビーは作るのに本当に苦労しました。本編とは関係ないところで色々とやらかしておりました。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もアーティファクトの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さよなら。Are you listening?